はい、ということで、日野から原宿に移動してきまして、来ましたね。今度はドッグをちょっと店舗紹介してもらおうと思います。お願いします。お願いします。ここはいつから構えてるんですか、この店舗は。ブランド自体は2015年の2月2日に会社作って、2月15日に、キャットストリートの裏に作ったんですね。キャットストリート、今でいうとアディダスとかがあるたこ焼き屋さんがある裏に作って、でそこが3年ぐらい経った時に立ち退きになっちゃったんですよ、はい、その時にここに移転してきた。今6年ぐらいですかね。あ、そうなんですね。結構長いですね。でもね。そうですね。昔からドッグ知ってる人とかは割とキャットストリートの裏にあったのも知ってるから、そのイメージがあるんですけど、でもまあイメージを変えないように中の店内とか重機とかは前使ってたものをそのまま持ち込んで、外の見た目とかは看板新しくそのナッツアートワークスの平井さんに作ってもらったりとか、ペイント入れて、3、28、10っていうのがここの神宮前の住所なんですけど、ああいうのちょっと入れたりとか、ニューヨークっぽいですね。そうなんかその取っ手横になってるやつとか、あれ本当は前のお店で使ってたこの扉のだったんだけど、なんとなく傘立てにできるかなと思って横にして、なるほどですね。傘立てにしたりとか。じゃあ中見せてもらってもいいですか。ぜひ。いいですか。一番最初に作ってたのは何だったんですか、商品としては。キャップですか。キャップですね。キャップなんですね。それこそね、もう定番であるキャップ、この辺のキャップがうちのって品質表示に、品番が入ってるんですよ。こうやって D000001 で、これ一番最初に作った商品で、これそう2015年のそのブランドができてすぐお店作った時に、一番最初に作った商品が今でも定番としてこう販売できてる。これが一番最初だったんですね。これかと思ってました僕。これね4番なんですよ。4番目。2番目と3番目は定番から外れました。外れました。出た。そうなんだ。やっぱその当時は売れてたし、2番とかはあえてこう後ろのこれがなかったんですよ。えぐりなしのもっとニューエラっぽい形、フラットブリムでここもラウンドしてて、芯が入って硬くて、なるほど、ニューエラみたいな感じだったけど、それはうちであんまり売れなくて定番から外しちゃったんですよね。そうなんですね。そう2番3番こっちはあれなんですね、裏革張りなんですね。そうこれはその1860年代に、そのメジャーリーグがこう正式にできてきた年で、なんか昔の野球ってとりあえず帽子かぶってたら野球していいよっていうルールだったんですよ。ユニフォームって決まってなくて、ハットかぶってたりハンチングかぶってたりとか何でも OK だった。でもそのメジャーリーグが正式にできた時に正式なユニフォームができて、そこからユニフォームとして6パネルのキャップをかぶってくださいってなったんですよ。でそれが元ネタがそこで、結構その1860年代からそれをベースに作ってる帽子メーカーたくさんあります。エベッツフィールドとかクーパーズタウンとか、だからあの辺のキャップとかも裏見ると革張りになってるんですよ。そうなんだ。うちはそこを、メイドインジャパンでベースボールキャップして作ってる。だから中の
これね真珠がケジンだったりするのこれ。ケジンっていう、はい、スーツの仕立てで使うようなやつ、表の生地より高いみたいな。やっぱ当時ってその化学繊維が使われてなかったんで、馬の尻尾の毛とか羊の動物の硬い毛を生地に織り交ぜて作っていくんですよ、そうすると生地が硬くなるじゃないですか、で希少価値が高いから生地の値段自体高いんですよ。でもここをフロントをカチッと保ってさせたいから、硬くするためにこういうケジン入れてたんですよ昔は。あ、そうなんだ。でそこもちゃんとやっとこうかな。全然あれですね、こっちとナンバー4と作りはまた別物なんですね。全然違いです。そうこっちはその1970年代にトラッカーキャップっていうのがアメリカで流行って、要はまあその名の通りトラックのうんちゃんがかぶってたような形、ここが角張ってて、で、まあ、トラックのうんちゃんかぶるが結構チープなんですよ。で後ろはアジャスタがこうパチンバックルでチープだったりとかだけど、縫製はこうチェーンステッチ、70年代のミシンでこう作っていくチェーンで、その形によってキャップはキャップだけど、形それぞれ違うしそれぞれストーリー性あるんですよ。なるほどな。形としてはちょっと浅いんですか？いや、それがそんなことはない。本当ベーシックな形、深さ。日本人に合うように作ってるから、逆にちょっと深めだったりとか。あ、そうなんですね。はい、結構そうアメリカものとかだと浅めでちょっとピタッとしすぎてかぶりづらいとか、いう日本人の方も多いんで、割とかぶりやすいようにはしてます。あとはなんか最近だとどんなの作ったりしてるんですか？最近どういうのがでもこれまあ最近新しいかな。あんまうちでずっとやってこなかった形、ニューエラーとかこういうの強いから、うちがわざわざ作る必要ない。でもまあちょっとやろうかなと思って、前が硬いけど、ここがそのタオル地になってるから、かぶりはいいっすよ。まあでもこれ人気でしたね。あんまりこういうの作んなかったから、多分逆に珍しくて買うお客さんが多くてすぐなくなったんですけど、確かに結構ストリート色が強いですよね、こっちの方はね。あとなんかベレーとかは最近ずっと売れますね。あ、そうなんですか。なんか海外のお客さんが多い方さんです。国によって全然違いますよ。なんか人気なキャップとか。違いますよ。例えばその4番のトラッカーキャップとか、海外だとあんま人気なかった。あ、そうなんですか。キャップでも比べられるような形がないから、角張ってて、クリームフラットで、だからやっぱこうベースボールキャップとかの方が分かりやすいっすよね。自分が持ってるキャップとかに近いから、やっぱりこれかなっていう。トラベラーズハットとかはやっぱ人気ですね。この辺は、まあ、ずっと別にうちが初めて作った形ではなくて、ボルサリーノとかがもともとやってたりで、もうその前から言うとパナマハットって言われる、あれって素材がトキワソウって2メーターぐらいある葉っぱで、エクアドルとかにしかあとコロンビアとか南米に多い植物なんですけど、あれをこう裂いて編んで作ったものを、まあ、パナマハットとかパナマ運河に近いからパナマハットってみんな言うんですけど、あとストローハットとか大きく分けて、でそのパナマハット、まあ、パナマにこう旅行に来た人とかがお土産で買っていくハットが当時あったんですよ。でお土産用だから、畳めて丸めて木箱に入れてお土産で持ってってたんですよ。なるほど。それがトラベラーズハットなんですよ。だから素材はフェルトじゃなくてそういうストロー系の素材だったんですよ。そうなん。じゃあそれもそうやってできるんですか？これはまあトラベラーズハットとして出してるんで、こうやって。すげえ。これオプティモってやつで、これもエクアドルの国に入ってるパナマのやつ。でもこれ本来はオプティモってこう真ん中に線が入ってるんです。これなんでかっつったらこうやって畳みやすいように入ってるんですよ。なるほど。そう。でこれを丸めて木箱に入れてた。ただうちはちょっとこれをもう少しデザイン性入れたから、レザー入れちゃってんですよね。レザーの滑り入ってるから畳めないですけど。そうなんだ。そうなんだ。でもいいですね。トラベラーズハットとかバイカーにはもってこいですね。ちょっとこうね、多分いいと思います。持ち運びは
しやすいし。あくまでも簡易的なやつなんで、はい、素材もウールだから、はい、ウールって糊入れて固めて作るから、うん、糊がどんどん抜けていくとデニムと一緒でこうどんどん柔らかくなっていっちゃうんですよ。あんまこう畳んでって糊を取っていくと型崩れしやすいから、畳む時間とかもほんとちょっとした移動の時とか、なるほど。1日そのまま畳んだ状態にした場合に開いた時にどうしても畳地はできちゃうんですよ、T シャツと一緒ですね。でそれを開いてこの形に置いとけば同じ時間そのままにしとけば戻ります。T シャツもなんか着てったらシワ気づいたら消えてるじゃないですか、折れ線とか、割とそれに近いんです。なるほどな。意識してるとしたら紳士帽子専門店としてやってるんで、その女性っぽいものとか女性がかぶれるものサイズ感でっていうデザインはあえて作らなくて。なるほどな。そう、逆になんかこう男っぽいメンズっぽいものが欲しい女性は買いに来てくれるんですけど、僕思ってるのはそのアーティストじゃなくてデザイナーとしてやってるから、最初のブランディングはそういうヘリテージとかなんかカルチャー寄りのものをメインに作ってたんで、そういうシンプルなハットとか多かったんですよ。だけどこう時代の流れでブーツとか履いてた人たちもスニーカーに変わってってとかの時に、やっぱハットからキャップに流れる人が多かったんで、そういうファッションとかスタイルに合わせやすいデザインも取り込んでった。デザインはどういう感じでやるんですか？でもいろいろですね。本当いろいろ。それこそ iPhone いじっててこうインスタとか画像出てきて、かっこいいなと思ったのをスクショして、そこからインスピレーションされるものもあるし、どっか出かけてなんかこうふっと目に入ったもの、あれ今の帽子なんだろうみたいな、形としては写真のように綺麗に写ってはないんだけど、その一瞬の感覚で雰囲気でこう出すとか。あと映画とかもそうっすね。映画見ててあの人ハット前後ろ反対にかぶってるな、だけどあの感じがいいかなとか、なんかそういうなんかデザインソースみたいなものはここから何を元にしてやってますっていうのはあんまりなくて、自分のその私生活の中でなんかこうどっかに残ってるもの、昔はデザインをしなきゃみたいな、前職とかそうなんですけど、しなきゃっていうところでやってたから、もう常にメモ取ったりとか、常にメモ帳を持ち歩いてるみたいな、なんか思い出したら書くとか、写真撮るとかやってたけど、でも今は割とその考えたこととか自分の頭に残ってるものが大事だなと思ってて、それをデザインに生かしてる。すげえな、デザイナーだな18年やったの。そっか。こういう紙タグっていうんですか、こういうのもそうですね、そういうところから来たりしてるんですか？これは本当一番最初はつけてもつけなくてもどっちでもいいっていうので作ったんです。なんでこれ作ったかっていうと、うちってやっぱ最初すごいシンプルなデザインのものが多かったんですよ。これってどこの帽子なのって絶対わからないようなデザイン、本当にシンプルだから、これとかもただ D ついてるだけみたいな。ハットで言ったら本当どこにでもあるようなハットだから、うちの帽子だっていう意味でのアイコンっていうのと、あとはそのやっぱ古着とかヴィンテージが昔から好きだったんで、そういうデッドストックで買ったジーンズとかに、リーバイスにしても、フラッシュアタグとかつくじゃないですか。あれがやっぱかっこよくて。なるほど、そこから来てるんだ。そうで、あれ留め方とか糸でこう留めて、ホチキスで留めてるものも昔あったんですけど、それがすごい残ってて、新品のものを買った感じ、っていうので、それを帽子に置き換えたらなんかあるかな、でもフラッシュちょっとでかすぎるなとか、でこのサイズ感になったんですよ。なるほど。一番最初このデザインじゃなかったんですよ。そう、ハンドシェイクのデザインがここに入ってたんですよ。あ、そうなんだ。これと全然違うデザインなんです。今はこれね、ワンちゃん犬に変えたんですよ。これっす。うちのマネートレーに変えちゃったんですよね、デザイン。ここから撮ったんですよ。全く一緒でしょ。これはなんでここから撮ることに決めたんですか？
いやなんかなんとなくなんとなく、これつけてもつけなくてもどっちでもよかったんですよ、で当時来たお客さんにこれつけれるけどつけますって聞いて、つけたいって言ったらここでガンガンって叩いてこれでバーンって打って、まあ、今これ使ってますけど、昔だとねそういう金具とかのプレートのサービスとかもしてたんですよ。オリジナルのプレートを差し込んでガンって打ってっていうスタイルでやってて、でそれが、数がどんどん多くなってって工場にお願いするようになって、納品するときに一緒につけてくださいみたいな。でそこからいらなかったら外してかぶってくださいみたいな感じになってて、でもなんかアイコンとしてみんななんかついてるのがドッグだから、で気づいたら破れちゃったから付け直してくださいとか、なんかこれがもうないといけなくなっちゃったみたいな。なるほどな。素材も変えたんですよこれ。あ、そうなんだ。やっぱこう最初普通の紙で、使ってくと汗で破れちゃうんですよね。間違って洗ったら破れちゃうとかあるから、リーバイスの紙パッチみたいな、ちょっとこう濡れても大丈夫で破れないやつ変えたんですよ。割合としてはつけてる人が多いですか？今多いですね。そもそもですけど HW ドッグってどっから来てるんですか？名前は HW ヘッドウェアで、ドッグはなんかそういうなんかスラングでいうなんかしないとかくだらないとか、そういうドッグで、まあなんか遊び心みたいな感じなんですよね。不審死防止専門店としてやってるんだけど、そういう堅苦しい感じじゃなくて、男でもだらしなさとかあるでしょ。くだらない女好きナンパ好きとか、なんかそういう遊び心も取り入れた、まあ、デザイン性のある帽子ブランドみたいな。はい、ということで、今日丸一日皆さん、車両紹介とカフェ紹介とあとはショップ紹介いろいろとありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。お願いします。お願いします。